不動産屋さんの階段です。あなたの地元に枠付きの空き家ありませんか？今回のお話をくださった方を仮に鶴見さんとしておきます。今から数十年前、山梨県の地元に有名な日本家屋の空き家があり、若い人たちの格好の肝試しスポットとなっていたそうです。その日本家屋なんですが、所有者がある有名な芸能人の親族の方でしたので、当時から大変話題の心霊スポットで、ひょっとしてあの家のことではと覚えている方もいるかもしれません。当時は鶴見さんはまだ小学校2年生でした。その日は土曜日でしたので、鶴見さんと中学生2人を含む合計6人で昼間からその肝試しスポットに侵入することとなりました。すでに家の前はたくさんの学生の自転車が止めてあったそうです。その日本家屋は大きなお屋敷で、周りをぐるりと 2.5 メートルほどもある高いコンクリートの塀で囲まれている、まるで要塞のようでした。建物を中心に北側に重厚な観音開きの門があり、その門をくぐると10メーターぐらい先に母屋の立派な玄関がありました。その玄関脇の敷地にはお墓があったのですが、誰が埋葬されているかは当然分かりませんでした。さて、正面玄関は2軒ほどのガラスがはめ込まれた立派な扉でしたが、簡単に開きました。玄関に入ると右に下駄箱があり、古い新聞が散乱していました。上がりかまちを上がると正面には居間が見え、玄関の左側に台所があり、その奥にレンガ造りの立派なお風呂場があったそうです。鶴見さんのグループの中学生、仮に南くんとしておきますが、南くんはいろいろこの家に関して詳しかったので、彼がガイドのように説明しながら、みんなで広い屋敷内を見て回りました。台所から少し先に8畳ぐらいの広さの部屋があり、日頃は襖で仕切られているはずでしたが、床が腐って抜け落ちていました。するとその部屋には大きな仏壇が壁に備え付けられていたそうです。仏壇のおりんの高さが鶴見さんの胸の高さぐらいあり、仏壇の扉はしっかりと開いた状態でずっと放置されているようでした。仏壇には位牌はなく、曼荼羅が吊るされていました。この仏壇にはいろいろな噂がありました。ある中学生 A 君が屋敷に夜中忍び込み、この仏壇の扉を閉めて屋敷を出たそうで、次の朝一番に確認しに再度屋敷に潜入すると、仏壇の扉はきれいに開いていたんだそうです。誰かが A 君の後に入って開けた可能性もありますが、時間や状況からしてとてもありえないということでした。するとその話を聞いた A 君の高校生のお兄さんが、それが本当かどうか確かめてみようということになったそうです。その高校生はまず日中に仏壇の扉をしっかり閉めに行ったそうです。そして深夜にそれが開くかどうかを見届けようと、夜中仲間と屋敷に再び潜入し、仏壇の前でじっと見張っていました。すると風もないのに、一人でにスーッと扉が開き、そのままパタンときれいに開いたのだそうです。それはまるで人間が仏壇の扉を折りたたんで開けるように、自然に畳み込まれて開いたということでした。それを目の当たりにした A 君のお兄さんと仲間たちは驚愕し、一目散に屋敷から逃げたそうです。ところがこの一件はその後大変な噂になりました。結果、地元の消防団によってその後は屋敷の見張りが強化されたということです。ただ学生たちは諦めず、屋敷の裏のぶどう園から侵入する経路を見つけ出したそうです。話はその仏壇に戻りますが、その怪奇現象をある中学生が当時のラジオ関東のミステリーゾーンという深夜番組に投稿したそうで、仏壇の怪異が番組で紹介されました。その結果、仏壇のあるこの日本家屋は
地元で有名ないわくつき物件となったそうです。さて鶴見さん一行は屋敷の裏にある白壁の蔵の中を見てみることにしました。埃臭いひんやりとした蔵の中には農具がしまってあり、床には麻縄がなぜか散乱していました。鶴見さんらがよく見ると、何かがその麻縄に絡まりついていました。なんだろうとさらに目を近づけて見てみると、なんとそれは人間の髪の毛だったそうです。全員思わずうわーっと声を上げてしまいました。声に驚いて集まってきた他のグループの中学生らが、それを見て触らない方がいいと言ったため、誰も触れなかったそうです。鶴見さんたちはすぐに蔵から出たのですが、南くんは勘が鋭かったので、抑えていた圧迫感に耐えられず、隣の桃園で深呼吸をしていました。そして鶴見さんたちはまだ2階は見ていなかったので、行ってみようということになりました。再び1階に戻り、気分転換を終えた南くんを先頭に、他のグループとも合流して床の抜け落ちた居間を通り過ぎました。そして足元に気をつけて、何とか奥の中庭に入るところまでたどり着いたそうです。その奥は納戸で特に何もなかったので、その部屋から出るため鶴見さんが振り返った時、懐中電灯が目の前の壁を照らしたのですが、そこには女の姿に見えるシミが浮かび上がっていたそうです。シミに驚いた鶴見さんらは慌てて廊下に出ました。すると廊下の前方から若い大人の女性2人が歩いてくるところにばったり出くわしたそうです。鶴見さんはこんな大人の女の人たちもここを探索に来たのかなと少し妙に思いました。その女性たちは周りを気にしてキョロキョロしながら鶴見さんや他のグループの中学生高校生の方に近づいてきます。中学生や高校生はその女性たちを不思議に思っているようで、じろじろ見ていたそうです。みんなはその女性らとすれ違って、そのまま女性たちがやってきた方向に廊下を進んでいきました。そして長い廊下は突き当たりになり、そこでちょうど女性たちが廊下に出てきた左側に曲がってみたそうです。するとそこは行き止まりでした。雨戸がしっかり閉まっていて、出口はどこにもありませんでした。先頭の南くんは慌てて後ろのみんなに引き返すように合図をしました。その顔はかなり真剣だったそうです。そして1階にずっといた他の中学生だと、あの2人の女性について何やら真剣に話していました。おそらくあの女性たちが屋敷に入ってくるのを見たかどうかを確認していたのだと思いますが、南くんの真剣な顔つきから誰もそれを見ていないということのようです。全員で逆方向に歩くと、さっきの居間が見え、手前に2階に上がる階段がありました。そこで小学生の子が上に上がろうとすると、南くんが慌てて待ってと言って止めたそうです。その口調は強い警告音のようでした。実はその2階にはこの屋敷の娘の部屋があり、なぜか彼女の兄弟だけが置き去りになっているそうです。その兄弟には赤い布がかかっているのですが、それを開けて覗いたりすると恐ろしいことになるという噂がありました。何でも高校生がふざけて覗いてみたそうで、その後すぐに普通ならありえないような場所で異常ともいえるバイクの事故で亡くなったということでした。またある青年が兄弟にいたずらをしたらしく、その後精神に異常をきたしたそうです。噂の信憑性は分かりませんが、南くんは兄弟の部屋には近づかない方が良いと感じたそうです。そこで鶴見さんたちのグループは2階は諦めてすぐ屋敷の玄関から外に出ました。そして興奮冷めやらぬ中、門に向かって歩いている時でした。門の外に並んで止まっていたたくさんの自転車が一斉に
ガシャガシャガシャッと音を立てて倒れたのでした。それはまるで屋敷の霊たちの警告のようで、鶴見さんは今でもこの時ほど度肝を抜かれたことがなかったと言っていました。その後、中学生の南くんは、あの屋敷内で出会った2人の女性は生きている人ではなかったかもしれないと言っていたそうです。誰もあの2人の女性が屋敷に入るのを見ていなかったのに、突然出口が塞がれている行き止まりから現れたのです。鶴見さんも今考えると南くんが正しいと思うようになりました。なぜならその2人の女性の服装が上が着物で下がもんぺだったのをよく覚えているそうです。まるで戦時中の女性のような姿をしていたのです。また鶴見さんはあの蔵で見た朝縄についていた髪の毛は一体誰のものでなぜ絡まっていたのか、また1階の仏壇と2階の娘の部屋の兄弟だけが処分されずに残っていたのはなぜなのかと思いました。また当時から屋敷の娘が行方不明だそうで、誰も生きているのか亡くなっているのかわからないのだそうです。この怪奇現象が起きる家には暴かれたくない秘密がたくさんあるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。